カフェがやりたかったけど5票差で負けちゃったな。でもお化け屋敷も文化祭ならではって感じがするし、面白くなりそうだよね。お墓とか井戸とか作ったりするのかな。あ、準備期間は練習に遅れちゃうこともあるかも。みんなにも伝えておかなくっちゃ。うちの文化祭を楽しんでもらえたらいいな。こはなちゃん、出し物決まったね。あ、みのりちゃん、しほちゃん。まさかお化け屋敷になるとはね。準備が大変そうだから別のが良かったんだけど。確かにお化け屋敷の準備は教室の中に迷路を作らなくちゃいけないし、ちょっと大変そうだよね。でもそれはそれで楽しみだな。どんなお化け屋敷にするんだろうね。あ、私フェニランのお化け屋敷みたいにしたいな。小さい頃に入ったけどすっごく楽しかったんだよね。あ、もしかしてフェニー君インザナイトメアのこと？フェニー君が古いお屋敷に行くアトラクションの。そうそう、フェニー君かわいいなって思って入ると結構怖いんだよね。特にハロウィンの時期は鏡の部屋でゾンビがわーって追いかけてきて。おー、あったね、そういうの。前にイチカたちと入ったけど、サキとホナミが騒いでて大変だったな。フェニナイは可愛い部分と怖い部分のバランスがいいって人気なんだよ。しかも季節によって幽霊のデザインとか出てくるタイミングがちょっとずつ違ってるんだ。飽きないように工夫しててすごいよね。へえ、そうなんだ。さすが詳しいね、小羽。フェニランにはよく行くから。でもそっか、お化け屋敷のことはあんまり知らないって思ってたけど、そういうのから考えればいいんだね。だったらちょっとアイデアが出せるかも。うん、とびっきり面白いお化け屋敷にしようね。ま、そうだね。せっかくやるなら面白くなる方がいいし。それじゃあみんなで頑張ろう。もう遅いし今日はここまでかな。いやー、今日も歌ったね。今回の曲結構いい感じじゃない？ああ、白石の歌も力強い。サビは相当盛り上げられそうだ。だな。だが完成度はまだまだ上げられる。明日はもっと練習して仕上げてくぞ。オッケー。それじゃあ明日も放課後今日と同じ時間に集合ね。あ、それなんだけど、ごめんねみんな。明日から文化祭の準備があるからしばらく練習に参加するのが遅くなっちゃうかも。え？宮園文化祭もうすぐなの？そうか、学校行事であれば仕方ないな。まあ休んだならその分他の日に長く練習すりゃいいしな。ありがとう。ちゃんと取り戻せるように頑張るね。っていうか宮園文化祭あるなら呼んでよ、もう。あ、今日誘うつもりで、遊びに来てね。もちろん。それで小羽のクラスは何やるの？私たちはお化け。そういえばあんちゃんはお化けとかが苦手って聞いたことあったけど、それってもしかしてこの時に。まあそれはいいから。
そういえばあんちゃんってお化けが。小羽どうかした？あ、もしかしてメイドカフェとか？それでちょっと言うのが恥ずかしいみたいな。そういうのじゃないんだけど、実はお化け屋敷なんだ。え、そうなんだ。こう教室を甘くで覆って真っ暗にしたり、こんにゃくを吊るしてびっくりさせたりするんでしょ？楽しそうだよね。あんちゃん。こんにゃくはさすがに古いだろう。つうか、何そんな慌てて。そういえば前に。はは白石、顔が青いが大丈夫か？体調が悪いんじゃ。そういうのじゃねえよ。単にこいつはビビって。はあ？全然ビビるとかそんなんじゃないけど。あんちゃん、無理してうちのクラスに来なくても大丈夫だよ。私は一緒に文化祭回れるだけでも嬉しいし。大丈夫。小羽のクラスの出し物なんだし、絶対行くから。あんちゃん。でも一人で行くのは寂しいから、みんなで行こうね。俺たちも行って問題ないのか？もともとみんなで来てもらいたいなって思ってたの。入場チケットも持ってきたんだ。まあ、あんまり遊んでる暇はねえが、お前んとこのお化け屋敷がどんだけ怖いかは気になるしな。たまにはいいだろ。そういえば秋田のクラスも文化祭でお化け屋敷をやっていたな。あれはなかなか面白かった。怖さにはそこそここだわったからな。やっぱり怖くねえとお化け屋敷として面白くねえだろ。とにかく決まりだね。当日はみんなで小羽のクラスに行こう。みんなありがとう。でも楽しみだな、宮園文化祭。声裏返ってるぞ。お化け屋敷じゃあんちゃんは楽しめないかもな。できたらみんなに楽しんでもらいたいけど、どうしよう。ゾンビが追いかけてくるお化け屋敷とかどうでしょうか。ゾンビってやっぱり怖いし、キャーって言いながら逃げるのも楽しそうだなって。それも怖そう。へえ、結構みんないろんなアイディア持ってきてるね。みんなのアイディアどれもすごくいいし、本格的なお化け屋敷になりそうだよね。でもお化けが怖い人でも楽しめるようなお化け屋敷にできないかな。でもそれじゃ怖くなくなっちゃうし、怖くなかったらもうお化け屋敷じゃないし。他に、そうだ、ここは意表をついて可愛いお化け屋敷にしてみるなんてどうかな。あら、
フェニランのお化け屋敷も可愛いと怖いのバランスが人気だって言ってたし、全然逆の雰囲気のものを持ってくると比較に面白さが出るって愛梨ちゃん友達が言ってたんだ。アイディアとしては面白いと思うけど、可愛いお化け屋敷ってあんまり想像つかないな。そうかな。例えばそうだ、童話モチーフのお化け屋敷とかどうかな。童話って赤ずきんとか7匹の子ヤギとか。そうそう、童話みたいな雰囲気なら可愛いし怖い感じも出せそうじゃない？確かに。それなら普通のお化け屋敷と違ってて面白いかも。赤ずきんがモチーフになるなら敵は狼になるけど。赤ずきん、狼。そういえば赤ずきんって食べられちゃうし怖い話だけど、すっごく怖いって感じがしないな。あ、最後に狩人さんが助けてくれるからかな。銃でやっつけられるから襲われても大丈夫っていう。小羽、何か思いついたの？ちょっとだけだけど、こんなのはどうかな。まずね、教室を森みたいな雰囲気の迷路にするの。それでお客さんには森の中に迷い込んだ赤ずきんか小ヤギさんになってもらうんだ。ふむふむ。それで私たちは狼になってお客さんを脅かすの。お客さんは狼をかわしながらゴールを目指してもらうっていう感じになるのかな。へえ、結構面白そう。赤ずきんや小ヤギの体験ができるってことか。でもそれだけじゃなくて、お客さんは赤ずきんと小ヤギさん以外に狩人も選べるようにしたらどうかなって。狩人？狩人を選んだお客さんは狼に出会ってもおもちゃの銃で撃つふりをしたら追い返せるの。ああ、なるほど。つまり遊び方が2つあるってことだね。そっか、お化け屋敷として楽しみたい人は赤ずきんとか小ヤギになって入ってもらって、ゲームみたいに楽しみたい人は狩人になってバンバン狼をやっつけちゃうってことだね。